一家惨殺を繰り返すシリアルキラーにあなたなら何と名付けますか。1996年、ウクライナの首都キエフ周辺は恐怖に包まれていました。なぜなら、一軒家を狙った殺人事件が次々に発生していたんです。犯人は夜更けにドアを破って侵入。最初に大人を銃殺した後、非力な子供まで皆殺しにするという残忍極まりない犯行でした。同一犯の仕業と分かりつつ、犯人を特定できない警察。そうしている間にも犯行は続き、わずか3ヶ月の間に被害者は40人にも上ったんです。人々は震え上がり、無慈悲な犯人をこう呼びました。ウクライナのターミネーター。ターミネーターと恐れられたウクライナ史上最強のシリアルキラー。一家惨殺を繰り返す犯人の正体とは。世間を震撼させた殺人鬼を操っていたのは何者かの声だったんです。おっさんす。ポークダンビル作るのにハマってるよ、ケンちゃんです。何ポークダンビル？いや、みやみかです。豚をね、トマトに入れてね、スパイス入れるやつです。あんた、自分の誕生日プレゼントに自分で作ったの？どういうこと？誕生日じゃない。そうなんです。何触れてほしかったみたいな顔してあんた。言ってないじゃん、俺からは。昨日ね、誕生日だったんですね、みんなからあんた、お祝いメッセージもらって。ほんとありがたいわよ。ありがとうございます。何思い出したように出してきた。熱くなっちゃった。熱くなっちゃった。抱負をお願いします。このなりなんですけど、20代なんですけれども、今年のね、抱負はですね、3つです。3つは長くない？まあ、高速でいいわ。じゃ1つは会社をね、もっと成長させると。2つ目は月2以上は、週1以上はブレイクのダンスの練習をする。運動をすると。で3つ目は好きな人を作る。これね、ずっと達成してない。ちょっと深いわね。あんた好きな人がなかなかできないんで、今。好きになるって難しいですよね。可愛いとかはさ、あるじゃん。好きってまた違う。本気でね、愛を注げる人を見つけるのは確かに。イケメンだなと思うけどさ、好きとはまた違う。そうね。イケメンには全員愛注いであげてもいいかな。愛のね、器が大きすぎて、私から溢れ出てるから、やっぱりみんなに分け与えないと損なのね。愛の器がちっちゃいと思う、俺は。ノーコメントで。なんでやねん。本日皆様にご紹介するのは、ウクライナのターミネーターと言われている、いや、怖っ。アナトーリ・オノプリエンコというね、めちゃくちゃ読みづれえやつなんですよ。なんでターミネーターなわけ？ターミネーターのね、アーノルド・シュワルツェネッガーみたいにね、無慈悲に殺害してしまった非常に恐ろしい話なんです。本家のターミネーターさ、あんなかっこいいのに、今回のやつ、いきなり夜中に押し入って家族惨殺でしょ。全然ターミネーターとは言えないわよ。前提人殺すなよって話なんですけど、なんでね、こんな人物が生まれてしまったのか、なぜこんな事態が起こってしまったのか、早速見ていきたいと思います。繰り返される一家惨殺。遡ること26年前の1995年12月24日、ウクライナのキエフ郊外の田舎町マリーンが今回の舞台。クリスマスの夜、ザイチェンコ一家が暮らす家に忍び込んだのはサンタクロースではありませんでした。ザイチェンコ宅に侵入した人物は散弾銃を使って家主である父親を射殺。そして隣で眠っていた3歳の息子も殺害したんです。2人を殺害した人物は続いて別室に移動します。別室では眠っていた母をナイフで襲い殺害。さらには同じ部屋にいた生後3ヶ月の赤ん坊にまで手を下します。ひどすぎ。犯人は住人を全て殺したことを確認すると、指輪などの金目のものを奪い始めました。そして金目のものを探し終えた犯人は放火。なんと指紋や足跡など逮捕につながる証拠を隠蔽するために家に火をつけたんです。あまりに残酷な犯行に近隣の人々は震え上がりました。しかしこれはまだ恐怖の始まりに過ぎなかったんです。ザイチェンコ一家の殺害からわずか9日後の1996年1月2日、再び住宅が襲われ4人家族全員が殺害されたんです。しかも今回は現場を通りかかった通行人まで殺害。なんでやねん。その後も同様の一家惨殺は続いたんです。被害者に共通点はなく、唯一分かっているのは周囲に人気のない住宅が狙われているということ。次に狙われるのは自分かもしれない。ウクライナの人々は正体のわからない殺人鬼に怯えていたんです。だろうな。怖いもんだってこれ。全然予測できないとか対策のしようがないじゃない。いや、そうなんですよ。だからね、近隣住民はですね、夜に出歩かないようにしたり、柵をつけたりね、いろんな対策をね、頑張ってたんですよ。中に出歩けないわよ、こんな街になっちゃったら。そして殺人鬼の噂は近隣の村にも広まり、恐れられていったんです。いつしか犯人についたニックネームはターミネーター。なんでやねん。ターミネーターとは同名の映画でアーノルド・シュワルツェネッガーが演じた暗殺サイボーグなんです。
犯人の犯行を繰り返す様子が目的のために殺害を繰り返すターミネーターと重なったのでしょう。短期間の間に続く殺人事件に警察だけでなく陸軍まで出動。道をパトロールの走行車が行き交うようになり、住宅地は物々しい雰囲気に包まれていました。しかし犯行は止まりません。わずか3ヶ月の間に殺害された8家族と目撃者7人、被害者は40人にも上っていました。ここまでしてもダメなのか。住民が絶望しかけた1996年3月、ついに犯人が逮捕されました。逮捕されたのは36歳男性のアナトーリ・オノプリエンコ。読みづらいな。オノプリエンコ。人々はターミネーターと呼ばれた殺人鬼は一体どんな恐ろしい姿をしているのかと注目したんです。そしてアナトーリの姿を見たマスコミがつけた新しい呼び名はシチズン王。特徴のない一般市民という意味なんです。いや、ひでえな。そう、アナトーリの見た目はあまりに普通。なぜそんな普通の男性がこんな恐ろしい犯行に及んだのか。アナトーリは子供たちまで殺害した理由を問われてこう答えたんです。子供を殺したのは彼らを救うためなんだ。どういうこと？子供たちが虐待受けてたとかって。いやでもそれだと子供たちまで殺した理由にはなんないけどね。実はね、アナトーリのこの考え、なんでこんな考えに至ったのか、彼の幼少期に遡ると見えてくるものがあるんです。歪んでた。虐げられた幼少期。1959年7月25日、アナトーリはウクライナのジトーミル州ラスキで誕生しました。読みづらくないけど噛んじゃった。アナトーリの父親であるユーリオノプリエンコは第二次世界大戦で勲章を受けるほどの選手だったんですが、ある問題が。なんとユーリはアルコール依存症だったんです。母親が4歳の時に他界しているアナトーリは酒を飲み暴力を振るう父の下で祖母や叔母に世話をされながら育ちました。アナトーリには13歳年上の兄がいたんですが、兄もまた父と同じようにアナトーリを虐待していたそうなんです。もうクソすぎ。そしてアナトーリが7歳になった頃、父親が衝撃的な発言をします。こいつはいらない。孤児院に連れてけ。最低マジで。なんと父親がアナトーリを孤児院に入れるように祖母に命令したんです。いや、祖母も抵抗せい、それ。アナトーリは当時のことをこう話しています。俺のような奴には孤児院がお似合いなんだろうけど、でも怖かった。俺を孤児院に入れようと話す父と兄の声がね、今でもはっきりと思い出せるんだ。孤児院に入ったアナトーリは孤児院でもひどくいじめられたんです。アナトーリは当時のことをこう話していました。孤児院に入れられたのは運命だったから仕方がないけれど、孤児院は犯罪者を養成するような劣悪な環境だったんだ。アナトーリはそういった自分の経験から子供たちにね、同じ思いをさせたくないっていうね、ちょっと押し付けがましいんですけど、そういう考えに至ってしまったんです。結局これって孤児院に行くと辛い思いしちゃうから、その前に殺しちゃった方が子供たちにとって幸せだって思ってるってことでしょ、勝手に。そうなんです。勝手になんですよ。お前何様なんだよ、これ本当に。両親が殺され孤児院に入ると痛い目を見るからっていうところでね、ストッパーをかけたんですよね、勝手にね。理解できないです。14歳で林業の学校に入学したアナトーリは真剣に学び、部活も楽しむようになりました。しかし次第に意欲は低下し、数年後には飲酒、喫煙、万引きなど悪事を繰り返す不良少年になってしまったんです。結局アナトーリは17歳で学校を中退。学校を辞めたアナトーリは陸軍に入隊し、様々な武器を使いこなすための特訓を受けました。しかし20歳になる頃にはやはりやる気を失い状態。もうすぐやる気を失うな、アナトーリな。転々とするアナトーリにはある思いがありました。林業も軍人の仕事も俺の使命ではなかった。しかし自分には何か特別な使命があるはずなんだ。いや、まず目の前のちっちゃいことから頑張れ。アナトーリはオデッサという港町に移り住み、クルーズ船で働き始めたんです。そこで出会った女性にアナトーリは恋に落ちます。そしてどうにかして彼女を喜ばせたいと思ったアナトーリは、彼女にプレゼントを送るために客から金や宝石などを盗み始めたんです。その金で買うんかい。もともと手癖の悪かったアナトーリは罪悪感もなく盗みを繰り返しました。こうして女性と付き合うようになって3年目、彼女の妊娠が発覚します。アナトーリはクルーズ船の仕事を辞めて地上の仕事を探しました。彼女と赤ちゃんと一緒に暮らすための準備を始めたんです。それは家族の愛に恵まれなかったアナトーリが自分自身で温かい家庭を築くチャンスでした。しかしアナトーリの心には消えない思いがありました。自分には何か特別な使命があるはずなんだ。まだ言ってるこいつ。そして強い使命感に駆られたアナトーリは大事な家族を残して家を出てしまったんです。なんで？家を出たアナトーリは得意の万引きや盗みを繰り返して生活。1989年のある日もアナトーリは普段通り盗みを働いていました。しかし部屋を物色していたところ、想定外の事態が発生。外出していたはずの女性が突然帰ってきてしまったんです。パニックになったアナトーリは思わず女性を殺害。さらに駆けつけた家族までも殺害してしまったんです。当初アナトーリはこの出来事に激しく動揺していました。しかししばらく待っても自分の元に警察が来る様子はありません。当時の警察はまともな捜査を行っておらず、アナトーリは容疑者に浮上していなかったんです。これを受けアナトーリは思います。殺人を犯しても捕まらない。俺には
殺人の才能があるのかもしれない。また警察仕事してないじゃない。実はね、これには理由があるんです。アナトーリがね、犯罪を起こした1980年代っていうのはですね、ソ連の経済革命が失敗してね、アナトーリの犯罪にね、注目してる余裕とかなかったんですよ、警察が。ソ連のせいで、もうウクライナも混沌としちゃってたわけね。そして、殺人の才能があると思い始めていたアナトーリの背中を押す出来事が起こるんです。語りかける声。この頃アナトーリはセルゲイ・ロゴージンという男に出会いました。セルゲイもチンピラのような男性で意気投合した2人は一緒に窃盗をすることに。しかしアナトーリの犯行を目の当たりにしたセルゲイはその残酷な手口に恐怖を感じました。アナトーリは人気のない道でターゲットの車を決めると行く手を阻むように目の前で急停車。ライフルを手に運転手に窓を開けるように指示します。そして窓が開いた瞬間に乗車していた人たちを射殺。バックシートで眠る11歳の少年も例外ではありません。アナトーリは手早く金品を奪うと車に火をつけて証拠隠滅。完全犯罪のために手がかりになり得るものは徹底的に排除したんです。もう怖すぎ。それは通りかかった目撃者も同様でした。数件の車を襲った後、アナトーリは足がつくことを恐れて6年間殺人をストップ。セルゲイと解散し、ヨーロッパ中を転々と渡り歩いていました。もうずっとストップしてほしいわ。盗みを働く生活を続けながら少しずつ生きる気力を失っていくアナトーリ。これ以上生きているとまた誰かを殺してしまうかもしれない。この頃はまだ罪悪感があったアナトーリ。本当かよ。思い詰めて彼は自殺を考えてしまうんです。しかしアナトーリが自らの人生を終わらせようとしたその瞬間、何者かの声が聞こえてきました。死んではいけない。アナトーリに直接話しかけるその声ははっきりとこう言ったんです。お前は生きてもっとたくさんの人の命を奪う運命にある。ゲームはもう始まっているんだ。でも何この声。何この声。その声は元恋人でも元相棒でもありません。アナトーリを引き止めた声は内なる声。言ってしまえば幻聴なんです。すごいな。しかしアナトーリはこの声を天からのお告げと捉えてしまったんです。やっぱすごいな。10代の頃から探し求めていた自分の使命を示された気分になったのかもしれません。1995年、もうアナトーリに迷いはありませんでした。ストップしろそのまま。天は俺に使命を与えられた。俺の使命は大量殺人鬼になることだ。絶対違うから。絶対違うから。つまりアナトーリの背中を押したのは幻聴だってことなの。いや、そうなんですよ。これまでね、紹介したね、アルゴメトリーのシリアルキラーにもね、幻聴、幻覚によってね、犯罪を起こしたっていう人もいたんですけど、本日のメトラキーワード、シリアルキラーが起こす犯罪の動機、4タイプに分けてみました。1988年、連続殺人犯の研究を専門とする犯罪学者ロナルド・ホームズはシリアルキラーの動機を次の4タイプに分類しました。ビジョナリータイプ、精神病的な症状を表すことが多いタイプのこと。ミッションタイプ、使命感を持ち殺人を正当化するタイプのこと。快楽主義タイプ、殺人によってスリルや快感を得るタイプのこと。力の誇示タイプ、被害者に対して力を誇示しようとするタイプのこと。アナトーリはこの中でもビジョナリータイプの可能性が高いんです。ビジョナリータイプは別人格を主張したり、神様のような自分とは別の存在に指示されたと主張するんです。迷惑だな。アナトーリは精神病の判断を受けたことがあり、天からのお告げによって大量殺人鬼になったあたりがビジョナリータイプの特徴と一致しているんです。シリアルキラーって大体さ、理解の範疇超えてるけど、動機次第では綺麗に分けることができるのね。これすごい大雑把に分けただけなんで、本当はね、もっと複雑に絡み合っていろんなタイプに分かれていくんですけど、あくまでね、大きく分けるとこの4タイプということで、大量殺人を自分の使命だと思い込んでしまったアナトーリは次々と一家殺人事件を繰り返していくようになってしまうんです。1995年のクリスマスイブ以降、アナトーリは一軒家をターゲットに家族全員を殺害する事件を繰り返していました。当時アナトーリが住んでいたのはウクライナのいとこ夫婦の家。夜な夜な出かけていくアナトーリに対していとこの妻は気持ち悪さを感じていました。妻にアナトーリを追い出してほしいと訴えられたいとこはアナトーリに一人の女性を紹介します。女性の名前はアナ・カザ。美容師をしながら2人の子供を育てるシングルマザーなんです。ホームパーティーでアナトーリを紹介されたアナはすぐさまアナトーリの穏やかな雰囲気に惹かれていきました。アナの元夫はアルコール中毒で暴力を振るわれた過去があったんです。数週間で付き合い始めたアナトーリとアナ。アナトーリが彼女の家に転がり込む形で同居を始め、子供の面倒も見てくれるアナトーリをアナはすっかり信頼していました。そんなアナにアナトーリはこう説明していたそうなんです。俺は町と町と移動するビジネスマンだから出張で数日留守にすることがあるよ。もちろんビジネスマンというのは真っ赤な嘘ばっかこいつ。天からのお告げに従い一家惨殺を繰り返しているだけなんです。アナトーリは殺害した女性の指から奪った指輪をアナにプレゼントしたこともありました。もうクソみたいな指輪、それもう絶対いらない俺。
警察は同一犯による犯行だと睨みながらも、放火によって現場の証拠が消されてしまうため、アナトーリにはたどり着けません。それどころか一連の事件の容疑者として26歳のユーリー・モズラを逮捕してしまったんです。なんでやねん。当然ユーリーには身に覚えがないので否認します。しかし警察はユーリーが犯人だと決めつけ、ユーリーから自白を引き出そうと3日間にわたって拷問を行ったんです。その結果なんと無実の青年を殺害。ユーリーが死んでしまってもユーリーは関係ないので事件は止まりません。誰もターミネーターを捕まえることができないのか。そんな絶望感が漂う中、1993年に1軒だけ放火されなかった家があったんです。警察はこの家から犯人が使用していたショットガンを特定。珍しい銃だったので、すぐにアナトーリの名前が捜査線上に上がりました。さらにそこにアナトーリがそのショットガンを持っているところを見たという目撃証言が。ついに警察がアナの家に踏み込み、アナトーリの逮捕に至ったんです。やっと捕まったわね。ほんとウクライナの人心底ホッとしたんじゃないこれ。なんでさ、この家だけ放火しなかったわけ？実はね、アナトーリがね、アナとか子供へのね、土産を盗むのに時間がかかってしまったんじゃないかって言われてるんですよ。いや、人の家から盗んだやつ子供にプレゼントするんじゃないわよ。頭いかれてるわね、ここでも。そんなんもらっても嬉しくないですね。やっとウクライナ史上最悪の殺人鬼に裁判の判決がね、下されていくわけなんですけど、裁判も一筋縄じゃいかなかったんです。犯人に下された判決。逮捕後アナトーリは精神鑑定を受け、精神病が認められました。しかし犯行時の行動から心神喪失ではないと判断され、2年後の1998年11月23日アナトーリの裁判が開かれたんです。裁判所には怒りに満ちた遺族たちが詰めかけました。だろうな。アナトーリは15人もの警官に囲まれて出廷。ケージの中に入れられた状態で裁判を受けるという異例の状況だったんです。6年間でアナトーリが殺害した人数は52人。内なる声の存在を主張し、意味不明な発言を繰り返す彼に傍聴席はざわめきました。検察側はこのアナトーリの言動を頭がおかしいという印象を植え付けようとしていると激しく非難。1999年3月31日アナトーリに下された判決は死刑。しかしこの後事態は一転するんです。なんとアナトーリの刑が死刑から終身刑に減刑されました。実は当時のウクライナはソ連から独立したばかり。EU 加盟国やヨーロッパとの関係を強化したい時期だったんですが、そんな EU が提唱していたのが死刑の廃止だったんです。その結果、ウクライナは EU の提唱通りに死刑を廃止。多くの国民が反対する中、アナトーリの減刑が決まってしまったんです。アナトーリは反省する様子をみじんも見せず、刑務所の中で積極的にマスコミの取材に応じていました。俺は必ず脱獄する。次は殺人の世界記録を更新するよ。いやもうずっといてくれ、そこに。当然死刑を望む声は鳴りやみませんでした。しかし脱獄を豪語していたアナトーリなんですが、厳重な警備の中、そんなチャンスが訪れるわけはなく、2013年8月27日、54歳の時に刑務所内で死亡。死因は心不全だったそうなんです。アナトーリはこんな言葉を残していました。人は命に感謝しない。もっと繊細にするには恐怖を見せつけなくては。奴らに違う生き方をするように強いる。それが私という恐怖だ。というわけでね、皆さん本当にね、誕生日だったんですけど、皆さんからプレゼント1個だけお願いしていいですか？1個だけもらっていいですか？画面のね、右下のベルマークあるじゃないですか。通知ね、ぜひオンにするっていう誕生日プレゼント僕にくれませんか？でも無理してなくて大丈夫です。アルゴメトリーを最速で見たいなって方は通知オンにしていただけるとね、火曜日、木曜日、土曜日19時に動画配信してるんですけど、最速で見たいな、忘れたくないなってその気持ちを僕にプレゼントしてください。ケンちゃんのためならちょっと動いてもいいかもなってメトラはね、ポチッた。読み子のためでもいいからね。